こんにちは、山下夏実です。8月10日月曜日、今日は平塚海岸でスキムボード、サーフィン両方練習していきました。波サイズもかなり落ち着き気味になってきて、今日は特にサーファーの人はね、かなり多く平塚に来てたんじゃないかなっていうふうに思います。朝一はスキムを練習していきまして、スキムやるにはやっぱりちょっと地形が変化してるんじゃないかなといった感じがしていて、それでも、ここ最近の中だと比較的まともだったんじゃないかなっていうふうに思います。ちょうどいいサイズぐらいで、一応ラップラインをメインで狙って練習していってます。で、必ずね、ギャップですね。このギャップを超えるのが結構めんどくさくて、でギャップがなければね、こういう風にちょっと斜めパンプで合わせてラップ、これとかかなりいいんですけど、こういうのは狙える感じ。これとかもちょっとギャップが嫌なんですけど、こういう風に回していい感じだね。ナイスライディング。これもギャップを超えて回す。ナイスライディング。これもかなりいいですね。もうこういう感じの練習をするしかなかった感じ。うまく狙えればね、いいライディングできるんだけど、それの難易度自体がシンプルに高かったっていう感じだと思います。なのでしっかりギャップを超えてすぐレールを入れる、このラインだね。これちょっとノーズ刺さっちゃったけど、こういうのが狙えてた感じです。いいね、これナイスラップだね。かなり形もいい波だったと思います。やっぱ朝のこの時間はもうほんと癖は強いんだけど、頑張ればライディングができるっていう感じで、そこまでまだ潮が低くなかったっていうのもあって、ミドルタイド過ぎたあたりぐらいかな時間だったので、まだまだスキムが一応遊べてる感じの時間です。どんどんね、潮は引いていたんだけど、引いていくとね、なんか逆に水が変に溜まって、で素のパワーはなくなるから、かなりやりづらい波にはなりましたね。引いてったらパワーなくなって波消えるかなっていう予想だったんですけど、どっちかっていうとなんかペラくなってきてなくなるかなと思ったら、なんか潮が上げてるみたいな波の消え方をすることが多かったですね。だから予想よりも意外と難しい波になったっていうのは確かですね。これギャップやばいね。よく前出ましたね。ナイスライディング。ちょうど引き切り前ですね。9時35分干潮で、引き切り前ぐらいの時間で、この辺りは、選べばこんな感じでね、ラップは取れてたんで、十分いい波ではあったかなとは思うんですが、やっぱその分難易度が高かった。ここ最近の中でもかなりやりやすいとはいえ、難しい波でやることに変わりはないって感じです。あとはね、この辺りインサイドですね。インサイドでちょっとサーフィンした時間ですね。スキムで狙えるような距離感で、アウトにサーファーはねいたんですけど、僕もこの時間は、沖に出るより手前で狙った方がちょっといいライディングできるんじゃねっていうことで、インサイドでこの辺はサーフィン狙ってて、水はうまく溜まってきてくれたらね、形は良かったんだけど、やっぱりなかなかポジションがね難しい感じで、こういうのがいいですね。スムーズなターン。分かりづらいけど、これ3ショビット入れてます。向こうが行っちゃったからね。こんな感じでちょっとサーフィンを、インサイドで
楽しみまして、ちょっと今日はスキムレッスンのお手伝いがあったので、ここで一回レッスンの手伝いをしに行って、レッスン終わり次第また、練習を再開してった感じだったね。で、少しポイントを移動しまして、レッスン後はねサーフィンしていったんですけど、サーフィンが結構形良くて面白かったですね。こういう感じで最後は早かったりするんだけど、結構形がいいので、僕も意外と本数は乗れたかなって感じだったかな。前日ですね、9日の日曜日は、かなり人も多かったっていうのもあるんだけど、見た目より波が難しくてあんまり乗れなかったんですけど、逆に今日はサイズが落ちても形が結構良くて分かりやすい感じで、この時間はね全然南風も入ってなかったっていうのがあって、波面かなり綺麗だったんで、こんな感じでいいですね。綺麗な3ショービットいいね。こんな感じで結構乗れまして、ちょっと映像にはねあんまりライディングを収められなかったんだけど、僕もかなり本数自体は乗れたんじゃないかなっていう風に思います。いいライディングかどうかは別として、とりあえずテイクオフはかなりできることが多くて、結構いい練習にはなったかなっていう風に思います。僕もちょっと先日の大会の時の遠征でね怪我をして、サーフィンはちょっとお休みしてたんですけど、ちょっとずつサーフィン復帰して、でこの潮が上げてき始めた時間で南風もちょっと入り始めて、ちょっと波面この辺ざわついてるの分かるかな。南風というか東寄りですね。サイドオンが入ってきちゃって、やっぱ平塚はサイドオン入るとちょっと厳しい感じでしたね。難しいながらいい練習できたと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。